どうも皆さんこんにちは、アキヤです。今回はですね、ライカを使ってドイツでフォトウォークをねしに来ました。モロンノンさんと一緒にやっていきます。ロンドンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、僕は今回ドイツはフランクフルトに来ております。はい。ちょっとね、今ホテルの前でですね、動画をね、始めたんですが、なんと僕たちですね、昨日ですね、ライカ本社に、ライカさんとね、インスタ360さんの共同イベントに招待していただきまして、昨日から、一昨日からか、フランクフルト、ドイツに来ております。で、昨日はですね、一緒にイベントに参加してきたんですけど、もうちょっとライカ熱が今、高いかな。やばいよね。ライカ熱が高いというのはちょっとそれはまだ内緒なんですけど皆さん期待しててください。素晴らしい何かがあるかもしれません。はい、ちょっとね気になるライカがあるので、後でねちょっとストアの方にも行きたいと思ってるんですけれども、今回ですねこのメイドインジャーマニーのね、ライカというカメラを使って、せっかくなのでねこのドイツの街並みフランクフルトでトークをねゆったりしていきたいなと、そんな企画になっております。アキヤ君が使ってるライカの機種名とかは、これはですね僕はライカ M10 になりますね。ちょっと色がね、グリーンの張り替えサービスをされた、革がね、違ってるやつになるんですけれども、M10 になりますね。で、モロンノンさんは私は、ちょっと古めのライカになるんですけども、ライカ M240 というものになります。ライカの M シリーズの中で唯一、なんと動画を撮ることができる。あったんですねって感じですね。動画撮れます。だからね、結構さっき持ったら、アキヤ君が思っていて、そう、重さ全然違います。そう、だから多分動画機の性能とかがある分、ちょっとね、重厚感があるものなのかもしれませんが、動画はあくまでもう手ぶれ補正とかもちろん何もないので、おまけみたいな感じで、基本的な写真でね、スナップ用に、プライベートの旅行とかで愛用しているカメラを持ってきました。いえ、ありがとうございます。僕たちね、両方ともシルバーエディションみたいな感じになってて、で、特段ね、2つとも最新というモデルでは、そんな感じではないんですけれども、でもね、ヨーロッパで撮るね、作例はきっと素敵だと思うので、ちょっと楽しみながら、広場の方ですよね、公園の方に向かいながら、ちょっといろいろとね、フォトウォークしていきたいなというふうに思っております。はい。じゃあ早速やっていきますか。行きましょう。東京から飛行機でおよそ14時間。今回はドイツヘッセン州に位置し、ヨーロッパ有数の金融都市としても知られるフランクフルトを訪れました。第二次世界大戦で一度ほとんどが焼け野原になりながらも、レーマー広場周辺の木組みの家並みなど中世ヨーロッパの街並みを忠実に再現してきた歴史のある街です。一方、マイン川沿いには高層ビルが立ち並び、中世の歴史と近代的な都市景観が共存する少し不思議で魅力があふれる場所です。先日公開したライカとインスタ360の新製品共同発表イベントの翌日、同じく日本から参加していたモロンノンさんと一緒にフォトウォークをしながらドイツの街を巡りました。ライカ発祥の地ドイツという場所で、その歴史と現在が共存する街や風景をライカカメラを通して切り取っていきます。ぜひライカで見るフランクフルトの景色をお楽しみください。いや、いいな、街並み。実はね、僕らドイツの散策今日初なんですよね。昨日はね、もうバスに乗って乗せられるがままに移動してたんですけど今日はね、みんながどのクリエイターも多分今日はフリーデーで各々でコンテンツ取りに行ってるみたいな感じですよね。そうだね。うわ、街がいいな。僕は今35mmカールツアイスビオゴンのレンズですね。35か。35つけてます。一旦暗いかな。街がいいですね。やっぱ35だとギリ建物が全部入るな。そこいてください、そこ。ちょっとそのタイプ240ちゃんのシャッター音聞かせてくれますか？シャッター音ですね。M 型はね、シャッター音が。失礼します。はい。ちょっと違うな。皆さん、シャッター音は好きですか？うお、これはいいね。
ちょっと、カチャカここでちょっと軽めなんすかね。でも、M10 の方が軽いかな。でも、似てるか。似てる M11 はちょっと違いますよね。あ、そうなの、うん、ちょっと低い感じがしてるんですけど。なんか M240 は後の方がなんかカチャーみたいななんか感じだけど、こっちは最初のカが強そう。なんかでも最後ピチュンって感じの。ピチューン最初の方がよりちょっとこうアクセントそうですね。私のより強い気がする。うんうんうん。M 型のシャッター音どれもいいですよね。いい、ねマジでシャッター音だけでも使いたくなるぐらいにボディに響くこのシャッター音あ振動、あね、シャッターがちゃんとこうバチンってちゃんと伝わってくる感じがしますね。すごいことなってるなこれ。おー何があってこうなるんですかねこれ。確かにね盗難されこれやばいでしょ。こうはならんでしょ。すごいな。盗難されないように多分あ、ロ引っックしてたのに掛けてて、長期放置されてるから金目になるそうなりそうなああ、とこ部品だけ取っていかれて、もうどうしようもないと。なんとおもろ。今からモロンノンさんの方の動画のオープニング撮ります。はいこっちも皆さん見てくださいね。見てください私の方は 35mm vs50mm おーみたいな企画になってます。はい。こんにちは、フォトグラファーのモロンノンです。本日はなんとアキヤムービーくんと2人でイエーイ。ドイツの街並みをライカで 35mm vs50mm 街中ちょっといい感じの本屋さんを発見しました。入ってみよう。猫ちゃん。猫ちゃん寝てるやん。We from Korea. No, Where? with Japan. 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 こんにちは。あ、こんにちは。かわいい。あ、こういう時50ミリがいいな。カフェでもあるんです。はい。じゃあちょっと仕入れた、はい間違ってたら本当に全力で申し訳ないです。コメントでご指摘ください。何か教えてくれるみたいな。私が仕入れたにわかの知識を偉そうに披露させていただきたいと思うんですけども、ライカの M って、M 型の M って何だと思いますか？考えたことなかった。ミドルとか。ミドルクラスあそう。いや、違うか。何かの絶対意味ありますよね。そう、こちらはですね、ドイツ語でメスズハっていう単語があって、これがドイツ語で距離計カメラ、距離っていうのを表す、はいはいはいまあ、メーターとかもそれがもしかしたら語源なのかあメーな。タもしかしたらそう。メスズハっていうのの頭文字を取った M なんです。なというので、ことは、まあ、M 型ってやっぱレンジファインダーじゃないですか。だから、これ覗いた時に2つの像が重なり合う距離をこう合わせて写真を撮るんだけど、距離といえばここにね、レンズのとこに、うんうん。書いてますよね。そう、私のレンズだったら 0.7 メートルから1メートル、2メートル、5メートル無限円というメートルがあります。うんうんなのでこれって結構何も合わせずにいきなり覗いてからこうやってどこだってこういう動きを私も昔はしてたんですけど、そうじゃなくって例えばあのトラムを撮りたいなって思ったら、あのトラムって今何メートル先だろうっていうのを先にここのレンズのメートルを見て考える。でそれを見て、まあ5メートルと無限円のまあ間くらいかなみたいので、ちょっとその辺をやってからなるほどな。覗くんです。で、ずれてる差分だけ微調整をする。で、シャッターを切ると
そこまでこうどこだろうどこだろうどこだろうなるほどねっていうのをせずに、はいはいはい。ちょっとだけ微調整をして撮ることができるんです。なるほど。いや、ちょうど僕が今、あんまレンジファインダー使わないんですよねとか言って適当なこと言ってるから、いやちょっとっていうでも実は私ねレンジファインダーちょっと苦手で、私もあ普段モニターで価格を決めて、ファインダー見ないって言ってましたよね。ファインダー見ないの、そうだねそうだから普段は私もそうなんだけど、ちょっとせっかくライカのコンテンツをするにあたり、にわか知識をインプットしてきました。いや、ありがたいです。そう、M 型ライカっていうのはそもそもね、ここのレンジファインダーっていうここのガラスの窓で、まあ、これ素通りなんですよね。まあ、ただのガラスなので、いわゆる最近のミラーレスの EVF ではないと。で、そのガラスの光学式だからこそ、こう、まあ、その像をね、二重のものを合わせて撮るっていう、まあ、M 型ならではの楽しみがあるんですけど、で、まあ、この M 型ライカといえば、やっぱレンジファインダー型スタイルでしょっていうところがあるんですけど、まあ、ちょっとデジタルに慣れすぎた僕は、ちょっと難しいっていうか、まあ、画面で見ちゃうことが多くて、わかる。まあ、なんだかなって感じではあったんですけど、やっぱね、そういう話を聞くと、しっかりファインダーで撮らないとなって、撮りたいなってなります。なるよね。なります。だった私も今回からやっぱファインダー使う使わない、かつ EVF か OVF ってだいぶでかいですよね。でかい撮影体験の違いが。ね、全然違いますよね。はい、ということで、フランクフルトといえばのレーマー広場というところにね、やってきました。こんな感じです。おー、いいね。なんかすごいクリスマスマーケットが今からでも始めれるんじゃないかってぐらいの、もう出来上がった街並みじゃないですか、これ。すごいね。なんかでもめっちゃ平和ですね。平和ここ、時の流れが。こう開けているのに、高い建物に囲まれてるから、安心感あるかも。トランペットおじさんがいる。どこまだタバコをふかしていらっしゃいますがサックスか弾いてほしいな。サックスを弾いてるおじさんがいます。素敵。素敵。ちょっと撮らせてもらおう。はい、こちら奥に見えますのがフランクフルト大聖堂でございます。ここでね、ちょっとせっかくなので、ポートレート的な感じで、これはもう縦で撮るしかないけれども、めっちゃいいかも。ライカだけこっち向けてもらって、そうですね。おー、いいじゃない。ちょっと待ってくださいよ。ピンを合わせて、おー。めっちゃいい。結構ディープな感じで。ディープな感じ。いいですね。じゃあ、見に行ってみましょう。おー、ちょうど鐘が鳴った。いやー、これすごいな。はい、ということで、正面から見たらこんな感じですね。正面じゃないか。ちょっとサイドですが、こんな感じ。でかいな。フランクフルト大聖堂です。で、やっぱヨーロッパはね、このね、ちょっと日がすごくいい感じに入ってきてますね。夏っぽく、こうギラギラジメジメしてない太陽というか、ちょっと斜めからね、もう日中今2時ぐらいですけど、差し込んでるので非常に綺麗なんですよね。めっちゃええやん。わあ、いいな。すごいな。うん、いいね。おみんな一緒。Hello. We just went inside. Oh. Already? Oh. It's really nice. Like, Beautiful. はい。おー、いいね、いいね。めっちゃ綺麗。おー、綺麗綺麗。めっちゃいい写真。はい。Thank you. 今回インスタ360のイベントで一緒になった
皆様です。はーい、こんにちは。今私たちはこれから大聖堂行こうと思ったんだけど、皆様はもう入ってきたということで、グー Good. Very good. 素晴らしい。昨日のイベントで一緒だったみんなです。この後どこ行くの？又去邊我想諗緊where are we going next? We're going up tower. We're going up. We need a ticket. はい。あ、私たちも行ってみる？行ってみます一緒に？いや、上行けるあ、そっか。Do you have cash or card? あ、カードカード。あ、Thank you。めちゃくちゃ狭いとこ登っていく。マジ？これ何回あんのやろ？確かに何段あるんだろう。何段あんのやこれ？お、マジか。あ、足痛い。まだ？まだ？ OK。嘘やろ。えぐい。マジか。なんだこれ。心構えが足りない。あ、ついたかも。あ、つらす。あ、あ、来た。うわ。いやー、きれい。ということで、こちら目に見えるのがマイン川というね、川になっていますね。ここでフランクフルトの市内を一望できますよ。いやー、綺麗な。いいね。よーい。ドイツの街を上から見るとこんな感じなんか。いいね。いいじゃない。というわけで中に入ってきました。いやー、綺麗。あ、ほんまに火がついてんのかこれは。ちょっと開放側でぼかして撮ってみよう。うわー、うわー、これは綺麗な。さて、こっちはどんな感じか。お、また。うわー、すごい。これはすごいな。うわー、マジか。めちゃくちゃ綺麗ですね。教会ですね、これは。すごい。見てください、このバルセロナにあるサグラダ・ファミリアと、なんか高さぐらいなところで言うと近いんですけど、なんかでもやっぱ本当に国によってこの教会の雰囲気とか、作られている造形とか、色合いとかが全然違いますね。はい、ということで、マイン川の方にやってきました。ちょっとここね、僕来たかったんですよね。いや、めちゃくちゃいいやん。素敵。めっちゃ素敵やん。ああ、綺麗、すごい。うわー。いいね、ここ。あら、素敵だね。おっちゃん二人がこんな時間からチルして喋って、かわいい。めっちゃ素敵やん。ということで、やってきました。まあ、通称、鉄の橋と呼ばれるところですね。ここでこういう感じで、恋人同士でメッセージを書いて、メッセージというか、その日付、記念日的なのを書いて、ロックするという感じですね。ここがですね、僕結構ね、すごい好きだった涙の女王というね、ネットフリックスのドラマがあるんですが、あれのね、まあ、ドイツのね、ちょっとエピソードがあるときに、ここでね、撮影されていたりした、まあそんなね、ロケ地なんですよね。まあ他の映画とかドラマとかでもね、結構出てると思うんですけど、こんな感じです。風がやばいんですけど、はい、ほんでめちゃくちゃ寒い。はい。まあ、ちょっとね、ここでもいろいろとね、写真も動画も撮ってみたいと思います。あ、ここいいじゃない。橋越しのフランクフルト大聖堂。いいね。あ、めちゃくちゃいっぱい書かれてるわ。いいですね。あれは一体何なんだろうか。あれがずっとね、
海岸線にあって気になってたんですけど、これは一体何なのか。うん。オッケー、ありがとうございます。サムネ、こんな感じでしたよね。はい、ということで、ちょっと休憩がてらにドイツ料理を食べに来ました。Hey, you're welcome. Thank you. You're welcome. Nice to meet you. Nice to meet you. はい、ということで、ランチです。だいぶ遅めではありますが、だいぶ取りましたからね。だいぶ取った。はい。でも、のんのんさんは、めっちゃ超ドイツ料理。そう、なんかフランクフルトといえばフランクフルトソーセージを食えてみんなが言うのでちょっとソーセージと、うんうん、あと確かキャベツなんだけど、キャベツを千切りしたやつをなんかちょっとビネガーっぽいお酢っぽいものをなんかこう漬物じゃないけどみたいな感じで、なるほどなるほど。そうドイツ料理ですね。で僕の方もね一応ドイツ料理で、この茶色いね肉料理がソースがね赤ワインベースで作られてるみたいなもので、この紫のねお野菜がロートコール、赤キャベツの煮込みみたいですね。でこの団子のようなものがじゃがいもの団子で、カルトフェルクレーセというみたいです。ちょっとそんなセットを頼んでみましたが、結構大きいんでちょっと食べれるか心配です。いただきます。うまっ。お肉か。うますぎる。今日って夜ご飯ってホテルはないんすかね。あれ。そうだよね。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。ドイツの長い歴史の中で生まれたライカを手に、その歴史が色濃く残る街を旅する時間は本当に貴重な体験でした。ライカの歴史を深く学び、実際に触れて体験できたこと、そして世界中のクリエイターと交流できたことはこれから先忘れられない思い出です。ドイツ本拠地で念願のあのライカを購入した動画と、エースプロ2用に登場した新アクセサリーのレビュー動画は概要欄にリンクを載せていますので、ぜひご覧ください。そして日本から一緒に参加していたモロンノンさんのチャンネルの動画もぜひチェックしてみてください。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今日一日結構ねたっぷりライカでいろいろと撮ってみましたが、いかがだったでしょうか。あ、私か。僕も何をか迷ってたよ。そうですね。どうでしたか今日。はい。普段私はソニーを仕事とかでもメイン使いしてるので、ライカは結構なんか趣味旅行写真とかでね、結構使うことが多いんですけど、なんかいつもソニーとかだと同じロケーションでパシャパシャもうちょっとこうしたらどうだろう、もうちょっとこうしたらどうだろうって、なんかついつい良くも悪くもシャッター切りすぎちゃうんですよね。でもライカってマニュアルフォーカスだから確かにしっかりとピントを合わせてシャッターを狙い撃つ感じしますね。切るから、なんか私の中でフィルムカメラみたいな感じで、なんか枚数が多くないんだけど、めっちゃ好きな写真が多いっていう感じがライカの写真ですね。なるほど。僕の場合は結構アンダー目に撮るのが好きで、なんか写真も暗めに撮ってシャドウがちょっと雰囲気出るようにするのが好きで、多分作例がそれだったと思うんですけど、そんな感じでねライカは撮るのがすごい好きですね。であとなんか撮影体験の違いで言うと、やっぱ僕あんまファインダー見なかったなっていう。多分ここにつけてるから、なるべくこれ手元見せたいっていうので逆にね、やってたっていう。こういう感じでゴールトラをここにつけてたから、こうみんなに見えるように見えるようにっていうのでやってたんですけど、でもあんま見ないかもしれないなとか思いつつ撮ってましたね。そうだね、なんかあとはレンジファインダーはレンジファインダーでいいんだけど、なんか例えばさっきあったのはこの鉄の橋で鎖越しの海を撮ろうとしてたのよ。川を撮ろうとしたら、なんかレンジファインダーだとさ、この撮る実際の場所からずれてるから、なんかレンジファインダー覗いて、あ、いい額縁構図じゃんって思って撮ったら、あ、全然ずれてたみたいな。その中の枠でね見ないといけないですもんね。そうだからピント合わせて、なんかちょっとこうね近いものを撮る時とかにはこうしっかりモニターの方でも確認しないと思った構図じゃないっていうことももちろんありますね。確かに。でもやっぱマニュアルで撮るの楽しいですね。楽しいよね。こうピントこうやってパシッ、ね、いいじゃん。あとはやっぱりもうシャッター音が
気持ちいいです。なんかあまあデジタルなんですけど、やっぱこう一回一回にバシャンバシャンって刻むのも僕はやっぱライカは楽しさがあるなと思いましたね。確かに。はい。で、あと昨日ライツパークに行った時に結構みんなイケオジたちがライカぶら下げて M11 とか M10 とか分からへんけど、ね、黒の、いや、あんな大人になりたいと思いました。僕皆さん、素敵でした。素敵やったっすね。うん。まあ何よりもね、この本場ドイツでこんなね、素敵な機会ができて本当に嬉しかったし、何よりもね、本日はありがとうございました。こちらこそです。唯一の日本人。はい。まあ今回ね、こんなにも素敵な機会をくださった、インスタ360さんと、ライカさんには本当に感謝しかありませんし、引き続きですね、エースプロ2のね、動画だったりとか、いろんなコンテンツ上がっていくと思いますので、まあもしかしたら上がってるかな。はい。引き続きね、チェックしてもらえたらと思います。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今から、ライカストアに行ってきます。バイバーイバイバーイ